はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。このシリーズももう36回目になりました。今日は日本のスーパーマーケットでの会話をご紹介します。先日私が公開したこちらの Vlog、もう皆さん見てくださいましたか？東京スカイツリーの近くにあるスーパーマーケットで撮影をしました。今回はその動画の中のレジで支払いをする場面について紹介をします。今回私が行ったスーパーマーケットはレジはありますが、そこでは店員さんはスキャンをして合計金額を出すところまでやってくれます。支払いをするときは別の場所に移動してセルフレジで支払いを済ませます。今日はそのレジで店員さんとどんな会話をするのか、またセルフレジの時にどんな操作方法があるのか、そのような会話をご紹介します。それでは早速始めましょう。では最初に今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時会話の内容が全くわからなくても問題ありません。全体の流れを把握してください。次に重要なキーワード10個を私から提示します。この重要なキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。続いて会話の中の重要な表現について私から解説をします。そして日本語の字幕がついている動画を見ます。この時点である程度の内容が理解できているはずです。そして最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見た時に全くわからないと思っていた人も30分後にもう一度字幕がない動画を見た時には聞き取れる単語が必ず一つはあるはずです。自分がこの30分間に成長したということをぜひ実感してください。またわからない部分があったらぜひ繰り返しこの会話を聞いてみてください。それでは早速始めましょう。それでは早速字幕がない動画を見てみましょう。これは東京のスーパーマーケットで撮影をしました。今私は自分が買いたい商品を全部カゴに入れた状態でレジに並んでいます。この後店員さんとどんな会話をするのか聞いてみましょう。ではどうぞ。はい、すみません、お願いします。すみません、商品券使います。では先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。はい。まただ4532円ですので、はい。商品券はこちらはい。お預かりしお願います。します。残り1532円になります。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、はい。領収書かレシートボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカードこちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ただいま認証中です。はい、いかがでしたか？今の時点で何もわからなくても大丈夫ですからね。この後一つ一つ解説をして最後にはわかる部分が必ず増えますから安心してください。ではここでキーワード10個を提示します。こちらです。お願いします。商品券。ポイントカード。ないです。4532円。セルフレジ。9番。クレジット。領収書。レシート。はい。それではこの重要なキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。はい、すみません、お願いします。すみません、商品券使います。決まりました。
ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれか、ドコモかコンタかライフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか。ないです。はい。まただ4532円ですので、はい。商品券はこちら、はい。お預かりしお願います。します。残り1532円になります。お支払いがセレクレーム前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンをタッチしていただいて、はい。領収書かレシートボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカードこちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ただいま認証中です。はい。いかがでしたか？何か一つでもわかる単語がありましたか？では続いて会話の中の重要な文法や単語などについて解説をします。最初の場面、私がカゴに商品を入れた状態でレジの前で並んで待っています。そして自分の順番が来たので、私はこのように言いました。お願いします。はい、すみません。お願いします。今私は自分が買いたい商品を店員さんに渡して、店員さんにスキャンして合計の金額を出してもらう必要があります。その仕事を依頼するという意味でお願いしますと言いました。はい、すみません。お願いします。そして店員さんはすぐにお預かりいたしますと言いました。はい、すみません。お願いします。ここで使われているのはお何々しますという形の謙譲の表現です。例えばこのように使います。お預かりします。お調べします。お持ちします。この中に入れる動詞の形は動詞のます形のますを取った形です。例えば預かりますだったら預かりますの最後のますの部分を取って間に入れます。お預かりします。はい、すみません。お願いします。日本語の敬語には実は中に3つの分類があります。尊敬語というのは相手がやることについて話すときに使います。相手を挙げて敬意を表す。そして謙譲語というのは自分がやることについて使います。自分を下げることで相手に敬意を表します。そして丁寧語というのはこれは特に誰かを上げたり下げたりというわけではなく、単純にある言葉とかある行動について丁寧に言い表す。今回は謙譲の表現なので、店員さんは自分の行動、つまり商品を預かるということについて謙譲の表現を使いました。はい、すみません。お願いします。そしてここで私から店員さんにこのように言いました。すいません、商品券使います。すいません、商品券使います。私はこのスーパーマーケットで使える商品券を持っていたので、最初に店員さんにこのことを伝えました。すいません、商品券使います。すいません、商品券使います。ちなみにここでは私は助詞のおを省略して話しました。もしちゃんと文で書くんだったら商品券を使いますと言います。でも会話ではよくね、このように助詞が省略されて商品券使いますと言います。すいません、商品券使います。すいません、商品券使います。続いて店員さんがすぐにこのように言いました。はい、かしこまりました。すいません、商品券使います。かしこまりましたは店員さんがよく使う表現です。わかりました、了解しました、OK ですという意味です。はい、かしこまりました。すいません、商品券使います。続いて店員さんがこのように言いました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。
ここでキーワードポイントカードが出てきましたね。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。お先にというのは先にの前に丁寧のおがついた形です。お先に。ここでの意味は実際に合計金額を出して支払いをするという次の手順のその前に最初にという意味でお先にと言いました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。お先にを使ったよく使う会話表現としてはこちらを紹介します。お先に失礼します。例えばアルバイトとか仕事とか何かみんなで作業をするという例えば大学のサークルの活動とかそういうものが行われていて他の人はまだその仕事とか作業を続けているんだけど自分だけ先に帰るという時にはお先に失礼しますと言って帰ります。あとはもう一つお先にどうぞ。これは順番があって順番を他の人に譲るとき、あなたがどうぞ前へ行ってください。私は後でも大丈夫です。というような、そういう場面の時に言います。お先にどうぞ。今回は店員さんがその支払いのいろいろな手続きのその段階を表すために、お先にポイントカード、こちらお持ちでしょうかと言いました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。続いて、お持ちでしょうか。これは持っていますかという意味で尊敬の表現です。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。ポイントカードを持つというのは客である私の行動、私に関することです。なので店員さんは客である私に関することを表すために尊敬の表現を使いました。お持ちでしょうか。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。そして続いてこの店員さんはこのスーパーマーケットで使えるポイントカードの種類3つを提示しました。どれかドコモかポンタかライフお持ちでしたら。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたら、ちょっとこの部分は早かったですよね。ドコモかポンタかライフと言いました。ちょっと聞き取れるか挑戦してみてください。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたら、ドコモというのは日本の通信会社の名前です。そこが発行しているポイントのシステム、ドコモ。そしてポンタというのもこれもまた別のポイントの名前です。それからライフというのはこのスーパーマーケットを運営している会社の名前です。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフお持ちでしたら。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたら、最後のお持ちでしたらというのはもしあなたがそれを持っていたらという意味です。たらというのは条件を表します。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたら、そして同じ会話の続き。ポイントがお付けできますが大丈夫ですか。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかライフをお持ちでしたら、ポイントがお付けできますが大丈夫ですか。ないです。ここではポイントをつけるという表現について注目しましょう。ポイントカードにポイントを入れる、加えることをポイントをつけると表現をしています。他にもこのような表現があります。ポイントを付与する。これも割と一般的な表現です。それからポイントを還元する。これは家電量販店でよく見られる表現です。例えばカメラのその下の値札のところにポイント 20% 還元とかちょっと広告のような感じで書かれていることが多いです。よく見られるのはこの3つですね。ポイントをつける、ポイントを付与する、ポイントを還元する。
この3つの表現がよく使われます。今回店員さんはポイントをつけるという表現を使いました。ポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。そしてポイントをつけるというこの動詞の部分はお付けできますという形に変わっていますね。これは何々するという謙譲の表現です。ポイントに関するそういう操作は店員さん自身がやることです。なので店員さんは自分自身の行動について謙譲の表現を使いました。ポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。今回私はこのように答えました。ないです。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。ここでのないですというのは私はポイントカードを持っていないという意味です。ないです。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。ポイントカードを持っていないときは例えばないです、ありません、持っていませんと言います。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。そして大丈夫ですかという質問に対する答えの、部分もちょっと見てみましょう。今回の場合だとお付けできますが大丈夫ですか？この大丈夫ですかの意味は今客である私はポイントをつけていない状態です。今のこのポイントをつけていない状態でいいですか？問題ないですか？という意味で大丈夫ですか？と言いました。なので今回のようにポイントカードがないという答え方の他にはこのように答えることができます。はい、大丈夫です。お付けできますが大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ここでの意味は私はポイントをつけないというこの状態で問題ない。つまりポイントをつけなくてもいいということです。はい、大丈夫です。そして最後に店員さんがこのように言いました。失礼いたしました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。ここでも敬語が使われています。失礼しますイコール失礼いたしますです。しますはいたしますに変わります。これは謙譲の表現で自分の行動、自分の状況について話すときに使います。失礼いたしました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかポンタかナイフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。4000ここで店員さんが失礼いたしましたと言った理由は客である私はポイントカードを持っていなくてそのポイントをつけるということは必要ないという状況でした。そのような状況にもかかわらず店員さんはポイントをお付けできますか？どうですか？このようなポイントがつけられますと説明をして、その説明をすることでお客さんに対して時間を長く取ってしまいました。なので客がいらないですと言った時には失礼いたしましたと言います。さあ、そして商品の合計金額が出ました。店員さんがこのように言いました。では4532円ですので、まただ4532円ですので、商品券はこちらお預かりします。ここでは数字の部分に集中して聞いてみてください。では4532円ですので、まただ4532円ですので、そして私ははいと答えて、店員さんは続いてこのように言いました。商品券はこちらお預かりします。まただ4532円ですので、商品券はこちらお預かりします。
ここでもまた謙譲の表現が出てきましたね。お預かりします。はい、まただ4532円ですので、はい、商品券はこちら、はい、お預かりしお願います。します。預かるのは店員の行動なので、店員は自分の行動を下げることで客である私に敬意を表す、その謙譲の表現です。商品券はこちらお預かりします。はい、まただ4532円ですので、はい、商品券はこちら、はい、お預かりしお願います。します。そして私はすぐにこのように言いました。あ、すいません。はい、お願いします。はい、まただ4532円ですので、はい、商品券はこちら、はい、お預かりしお願います。します。ここでも私は店員さんに商品券を渡して、その処理を依頼するという意味でお願いしますと言いました。あ、すいません。はい、お願いします。はい、まただ4532円ですので、はい、商品券はこちら、はい、お預かりしお願います。します。そして店員さんが商品券3000円の金額を引いた残りの金額を私に教えてくれました。では残り1532円になります。残り1532円になります。ここでもぜひ数字に注目して聞いてみてください。では残り1532円になります。残り1532円になります。そして支払いをするために隣のセルフレジについて私に説明をしてくれました。お支払いがセルフレジ、前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。残り1532円になります。はい、セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。まずはお支払い。支払いという名詞の前に丁寧のおがついています。名詞の前におまたはごをつけると丁寧な印象を表すことができます。お支払い。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。セルフレジというのは客自身が支払いの手続きをするそういう自動計算機の機械です。それをセルフレジと言います。最近コンビニとかスーパーマーケットなどでよく見られるようになりましたね。お支払いがセルフレジ。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。そしてスーパーマーケットのセルフレジは複数あります。なのでお客さん一人一人に対してあなたは何番のセルフレジを使ってくださいというふうにそのセルフレジの番号を店員さんが伝えます。今回の番号は9番でしたね。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。店員さんが最後に言ったご案内します。これも謙譲の表現です。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。先ほど紹介したお何々しますの場合は中に入れる動詞の形はマス形のマスを取った形でしたね。例えばお預かりします、預かりますのマスを取って間に入れるお預かりします、お調べします、お持ちします、このような形。今回のご案内しますというようなこの形の場合は間には案内する、準備する、提案するというような後ろにするをつけるこの形の動詞です。そのするを取って前の部分を直接中に入れます。つまり案内するはご案内する、ご案内します。準備するはご準備する、ご準備します。提案するはご提案する、ご提案します。
このように形を作ります。今回はご案内しますと言いました。残り1532円になります。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。そして私ははいと言いました。残り1532円になります。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。続いて店員さんがその操作方法について教えてくれました。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、たらというのは条件を表します。ここではでしたらという少し丁寧な表現になっていますが、もう少しカジュアルなバージョンはだったらです。クレジットでしたらイコールクレジットだったら、クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、また名詞以外にも動詞、いい形容詞、な形容詞を入れることができます。例えば、宝くじが当たったら何をしたいですか？当たるという動詞、当たったらというふうに使います。あとは、いい形容詞、暑い。これを入れるなら、暑かったらエアコンをつけてください。な形容詞。新鮮だったら生で食べられます。このように名詞、動詞、いい形容詞、な形容詞すべてに入れることができます。ただこの形には注意をしてくださいね。いわゆる多形です。今回店員さんはクレジットだったらのだったの部分をでしたに変えてクレジットでしたらと言いました。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、そしてこのままという表現にも注目してください。何々ままというのは今のその状態で何も付け加えない、変化をさせないということです。例えばその画面について、この画面は特に変化をさせないで、もう今のこの状態でという時にこのままと言います。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、他にも例えば前に動詞を入れた場合だとこのような例文があります。窓を開けたまま出かけるのは危ないよ。窓を開けたその状態で変化を加えない。つまりずっとそれが開いた状態ですね。で、その状態で出かけてしまう、外へ行くというのはもしかしたら泥棒が入ってくるかもしれないよということで、窓を開けたまま出かけるのは危ないよと言います。そしてこの店員さんの話の最後の部分、タッチしていただいて、クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、動詞の定型プラスいただく。いただくというのはもらうの謙譲の表現です。タッチしていただくイコールタッチしてもらうです。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、他にも例えばこのように使います。先生に車で駅まで送っていただきました。お客様から髪型を褒めていただくことが多い。この動詞の定型プラスいただく、もらうというのは相手がやる行動について話をします。相手がその行動をすることで自分に利益がある、自分にとっていいことがある、自分が嬉しいというそのようなことについて表します。今回の場合だとこのスーパーマーケットの店員としてお客さんが商品を買うこと、お金を払うことは最終的にはその店員さんにとっていいこと、嬉しいことですね。なのでそのための操作としてタッチする、ボタンを押す、クレジットを選ぶというこういう操作はすべて手いただく、手もらうという形で表現ができます。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、
クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、はい。そして次の操作についても説明をしてくれました。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ここでは2つの選択の場面がありますね。一つは領収書かレシートを選ぶ。そしてクレジットカードの支払い方法としてタッチか差し込みを選ぶ。この2つの選択の場面です。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。領収書というのは買い物をした証明なんですけど、そこには宛名があります。誰がそのお金を払ったのかということを書く場所があります。そこには個人の名前とか会社の名前とかを書きます。そしてそれを証明として例えば会社の経費として使う、そういう時に使われるのが領収書です。そして領収書の場合は一つ一つの商品の名前と金額というのは一般的には書かれていません。一方でレシートというのは一般的によく買い物をした時に自動的にレジで出されるものですね。こういう細長いもので上に何月何日どこの店、何が100円何が300円何が500円というふうにずっと10個の商品について商品名と金額が書かれて最後合計いくらということが書かれている、そういう細長い紙ですね。それをレシートと言います。このお店ではそのどちらか一つを選ぶことができるので、店員さんがこのように言いました。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。お選びいただくというのは選んでもらうと同じ意味です。さっきやった動詞の定型プラスもらう、いただくと意味としては同じです。これもやはり敬語の一種で、相手の行動について言い表して、その行動によって自分自身に利益がある、いいことがある、嬉しいという場合に使います。このお何々いただくの形の場合は、間には動詞のます形のますを取った形がきます。例えば今回だと選びますのますを取ってお選びいただくと言います。他にも例えばお使いいただく、お送りいただく、お褒めいただく、すべて動詞のます形のますを取った形です。それを間に入れてお何々いただくと言います。今回はお選びいただいてからと言いました。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。そして続いてクレジットカードの支払いの場面について教えてくれました。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。クレジットカードを支払う時の動作としては2種類ありますね。一つはこの機械に軽く触れること、それをタッチと言います。もう一つはその機械の中にカードを入れる、それを差し込みと言います。領収書かレシート、ボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカード、こちらタッチか差し込みをお願いします。はい。さあ、そしてすべての私がやるべきことが終わり、機械の自動音声が流れました。ただいま認証中です。ただいま認証中です。はい、ここでは一つだけちょっと注目したいです。ただいまという表現。ただいま認証中です。ただいまというのは、たった今、今すぐ、今現在という意味を表す言葉です。ちょっと正式な感じの印象を受ける表現です。
例えばスーパーマーケットで夕方5時から毎日全部の商品を半額にするというセールがあったとしますね。その時に店員さんがお店の中のお客さんに対してこのように言います。ただいまからタイムセールを実施します。全品半額です。ただいまからというのは今からと同じ意味です。あとはもう一つ、レストランでお客さんが自分が注文した商品が来てないので、ちょっと店員さんにこのように言いました。注文した料理がまだ来ていないんですが、その時店員さんがこのように答えます。申し訳ありません。ただいま確認いたします。これは今すぐ確認しますという意味です。今回は機械ですけどね、このように丁寧な日本語で、音声を流しました。ただいま認証中です。ただいま認証中です。では、今日の勉強の成果を確認してみましょう。これから日本語の字幕がついた動画を見ます。今一つ一つの単語、文法などについて勉強してきたので、わかる部分が必ずあるはずです。自分が成長したということをぜひ実感してほしいです。それでは見てみましょう。どうぞ。はい、すみません。お願いします。すいません。商品券使います。はい、かしこまりました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれか、ドコモかコンタかライフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。はい。まただ4532円ですので、はい。商品券はこちら。はい。お預かりしお願います。します。残り1532円になります。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、はい。領収書かレシートボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカードこちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ただいま認証中です。では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日約30分前には何もわからなかった人も今ならわかる部分があるはずです。それでは見てみましょう。どうぞ。はい、すみません。お願いします。すみません。商品券使います。はい、かしこまりました。ではお先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれか、ドコモかコンタかライフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか？ないです。はい。まただ4532円ですので、はい。商品券はこちら。はい。お預かりしお願います。します。残り1532円になります。お支払いがセルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、はい。領収書かレシートボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカードこちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ただいま認証中です。はい、皆さんいかがでしたか？今日は日本のスーパーマーケットのレジでの会話をご紹介しました。他にもいろいろな会話表現を紹介しているので、よかったら他の動画もぜひご覧ください。また今年の1月から私は新しい日本語のオンラインコミュニティを作りました。名前はことゆいサロンです。このサロンの中では日本語の会話の授業とか季節のイベント、オンラインの交流会、また日本での食事会などいろいろ日本語を使える場所が準備されています。もし興味のある方はぜひこの概要欄から見てみてください。はい、それでは本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。